OK、 じゃあそれで続けて。こんにちは、トバラブです。皆さん突然なんですが AI は活用していますか？結構もういろんな人がね、仕事にも活用してるし趣味でも使ってるっていうね人たくさんいると思うんですが、今回はこの EvenG2 っていうスマートグラスを介してクロードコードとかコデックスとかを操作するっていうね動画を撮っていこうと思います。結構僕もね仕事で AI は使ってるんですけど、やっぱ難点としては PC のそばから離れられない問題なんですよね。結構トイレに行くのにも承認ボタンを押してからとか、あと遊びに行ってる時もこれって今どういう進捗なんだろうとかね、いちいち気になっちゃうところがあるんですが、今回かなり実用的で、これちょっとスマートグラスのキラーアプリなんじゃねみたいな感じがあるので、ちょっとね詳しく紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで改めまして、こちらが EvenRealities が開発している EvenG2 というめちゃくちゃ薄くてもう本当にメガネにしか見えない AI 系のスマートグラスっていうイメージです。この間ね買ったもの動画でもちょっとお見せしているんですけど、こんな感じの見た目で普通にメガネとしても可愛いような感じなんですが、こっち側を見るとここちょっとね反射するこういう場所があるの分かると思うんですが、ここに、この辺から緑色のシュッっていうレーザーみたいなのが投射されて、ここでね画面が見えるっていうわけですね。実際にねかけてみるとこんな感じですね。見た目は本当に普通に多分メガネだと思います。EvenG2 はねもともと Apple Watch の開発に携わっていた人が作ったスマートグラスでして、最近よく見かけるモノクロディスプレイ搭載のこの緑色のね感じのやつのパイオニア的な位置づけかなと思います。最初は本当にナビとかリアルタイム翻訳とかもういわゆるねそのプリインストールされてるアプリだけで楽しむような感じだったんですけど、ターミナルモードっていうのが出てきて、これが超実用的に進化させてくれたアイテムというかツールっていう感じですね。このターミナルモード何なのかっていうと、ざっくり説明しちゃうと、自分が持っている PC の中で動いてるねクロードコードとかコデックスとリモートで連携して、このね EvenG2 上のディスプレイから情報をね取得できる、操作ができるっていうものです。なので実質的な中身はこの自分のパソコンの中にあるね情報なんですけども、ディスプレイというかインターフェースとしてこの EvenG2 が使えますよっていう、そういう感じのイメージです。ちょっと百聞は一見にしかずだと思うので、ちょっと実際にねどんな感じで使えるのかを皆さんにお見せしていこうかなと思います。よいしょ。EvenG2 カメラがねついていないので、ディスプレイを撮影しようと思うとこんな感じの機材が必要になってきますね。これロボットすぎる、あまりにも。ちょっと実際にどんな感じで使えるのかっていうのをお見せするんですが、まずね EvenG2 を使い始めるとこんな感じのダッシュボードみたいなのがあります。ここでこういう風にねニュースを見たりとか、一般的なこういうツールが使えるみたいな会話サポート、リアルタイムライブとかナビゲーションとかそういうのができるんですけど、これをねターミナルモードをオンにするとこんな感じの画面になります。でニューセッションっていうのがあるのでポチって押すじゃないですか。そうするとこういう風にターミナルっぽい画面になって、これに対してこんにちはって話すと、これで音声入力がここ、メガネにねマイクがあるのでメガネ側からこれ音声をね入力させてくれます。でリング側でこのねメッセージを送るのかキャンセルするのかが選べます。これめちゃくちゃいいのが、結構言い間違いしちゃったりとか言葉に詰まったりした時にセッションがずっと続くのちょっと嫌じゃないですか。送る前に一回これで確認が入るっていうのはすごく熱いですね。今日の東京都の天気ってどんな感じ？ずっと雨降んのかな。はい。で
意外と音声認識もねしっかりしています。これ多分 Even 側の音声入力だと思うんですが、こんな感じで普通のクロードコードと同じように、こういうね情報を拾ってきてソースまで教えてくれます。でもちろんねこれだけじゃなくて、今までのこのクロードコードのセッションとかも全部こうやって読み出すことができるんですよね。例えばこんな感じで、今までのねちょっとこのダヴィンチリゾルブでどんな風にね、動画編集とかでこのクロードコードが使えるようになるかとかを相談したりしてる窓なんですけど、全部のね会話が見れるわけじゃなさそうなんですが、直近の会話とかはこうやってね遡って読むことができるっていう感じですかね。例えばニューセッションを押して、今 EvenG2 の動画を作ってるんだけど、この動画の構成案みたいなのってノーションにあったよね。そのなんか構成案を多分 YouTube 編集っていうページだと思うんだけど、その中にある EvenG2 の動画の、構成とかをちょっと拾ってきてここに置いてくれない？めっちゃリアルしどろもどろな感じでこの会話をするところとかでリアルですね。でもクロードであればちゃんと拾ってくれるかなっていう感じ。でここで今ノーションをね読み込んでくれています。関連ページが見つかりましたね。こんな感じでこの動画の構成案を今引っ張ってきてくれています。じゃあどうしようかな。今動画を撮ってるんだけど、例えばこのデモンストレーションってこの構成案の中だったらどこに差し込んだらいいかな。みたいな、普段はねあんまり構成案とかで AI を使うことってないんですけど、ちょっとねデモ的な感じで、例えばここの流れでここにねデモンストレーション差し込んだら分かりやすいんじゃないみたいなのを、セッションベースでねこうやってコミュニケーションしながら、構成案を作っていくみたいなこともできます。ありがとう。じゃあそれを Notion のこのページの一番下に追記しておいてくれないみたいな感じで、今話した内容を Notion にね議事録的に置いておいてくれたりとか、こういうのがこのグラスだけでできるっていうのが気軽でめちゃくちゃ熱いです。結構ねこういう AI デバイスって今なんか独自に用意された専用のやつで断片的にしか会話ができなかったりするんですよ。なんですけどこのターミナルモードだと本当に自宅にいるクロードとねセッションがつながっていて、今までの会話とか全て覚えててくれて、でノーションとかなんかクロームとかなんかドキュメント系オフィスとかあらゆるツールにこのメガネと接続して、それで音声で操作できるっていうところが、このターミナルモードすごくいいところかなと思います。あとは例えばこんな感じでダヴィンチリゾルブとかね動画編集ツールも画面は見えないんだけど一応ね指示するとかは可能になっています。例えば今ダヴィンチリゾルブで開いてる動画があるんだけど、ここのタイムラインにダヴィンチリゾルブの文字起こしを置きたい、文字起こしして字幕ファイルに置いておいてくれないでセンドをすると、こんな感じでタイムラインのパスとかね音声ファイルを取得して、ここから多分ダヴィンチの純正の文字起こしをしてくれるんじゃないかなと予想。ちょっと字幕作成のウィンドウが PC の方に出てきましたね。これは成功してるっぽい感じするぞ。こんな感じで文字起こし完了の連絡が入ったので、ちょっとね PC を見ていくんですが、こんな感じでこの上の方のね細かいこれが文字起こしデータですね。しっかりとタイムラインの中に文字起こしが入っていることが分かります。もちろんこのまま動画で使うことはできないので、もう少しね清書していく必要があるんですが、気軽にこの辺も EvenG2 の組み合わせでできることがすごいと思います。ありがとう。字幕確認した。じゃあこのダヴィンチの字幕ファイルをローカルにダウンロードして、それをクロードコードで、実際に動画の意味が通るように構成してほしい。はい、こういう感じで会話を続けながら、動画編集のサポートみたいなのもしてくれていく感じですね。ただ、注意点とか設定ポイントとかもいろいろあるので、ここからねちょっとどういうふうに設定していくのっていうのを紹介していこうと思います。
はい、というわけでここからは実際にこの PC と EvenG2 接続していく過程を取っていこうと思います。僕もこの辺ね結構苦手というかあんまり詳しくないんでちゃんと説明できるかわかんないんですけど、クロードとかがねいい感じにやってくれるので、それに身を任せながら作っていくって感じですかね。はい、まず用意するものは EvenG2、PC、そしてスマートフォン。はい、スマートフォンです。これで、とりあえずハードウェアは終わりで、あとは細かいね、ツールソフトウェアをダウンロードしていくっていう感じですね。クロードコードの CLI っていうターミナルでクロードを動かすね、そういうツールがあるみたいなんですが、まずそれをねインストールしておく前提ですね。でこれがまだインストールされてないっていう人はクロードに聞きながらちょっとやってみてもらえるといいかなと思います。例えばこんな風にクロードコードを使う手順はみたいに聞くと、このねインストール方法をすごい事細かにね教えてくれるので、僕が動画で説明するよりも全然いいはず。で次は Even ターミナルっていうのをインストールする必要があります。これね iPhone のアプリ画面で、こんな感じでターミナルモードに入ると出てくるので、これをそのまま僕の場合はクロードコードに投げます。よいしょ、こんな感じでイエス。エラーになってしまう。これ多分ねこういうライブラリのそういうツールを事前にダウンロードしておく必要があるみたいなんですよね。Node.js とか NPM っていうね、ライブラリ管理ツールみたいなのが最初に必要らしいんですよ。それをね事前にインストールしておく必要があるみたいです。であとはこれが必要だよとか、こういうのもちゃんと事前に準備しておかないとダメじゃんみたいなねクロードに怒られながらそうですよねって言ってちょっとねいろいろとこうやっていく感じですね。こんな感じでパッケージをインストール中。僕にとってはここで起こっていることってほぼブラックボックスでわからないので、ところどころねこれってどうなのみたいなやつは別途ねクロードとか別のチャットで開いて、それで話しながら進めていくっていう感じですかね。これで Even ターミナルのインストールまで今来ていますね。こんな感じで。はい、というところでインストールが完了したみたいです。もう一つ新しいターミナルウィンドウを開いて Even ターミナルと打つとこんな感じで QR コードが発行されましたね。ここまででちょっと PC 側の準備は完了です。じゃあここからはアプリ側の設定ですね。まず Even Realities のアプリを開いて、この辺に行くとターミナルモードっていうのが真ん中あたりにあります。それを開くとこんな感じでターミナルモードが開かれているんですが、ホストを追加していきます。ホストを追加。名前は何でもいいと思うんですが、でこの上側にね QR コードをスキャンする画面が出てくるので、これでスキャンするともうホストとこの認証トークンがスキャンされるわけですね。これで接続を確認して保存する。今保存しましたになったんですが、ここでストリームを開始します。そうするとこれでもうターミナルモードが使えるようになっています。クロードコードの力を借りているのでめちゃくちゃスムーズに一瞬で出来上がりました。でここまででこの EvenG2 が iPhone アプリを介して MacBook と接続をしてね、この家にいる状態であればどこでもどこからでも接続ができるって感じなんですが、これやっぱ外で使いたいですよね。外で例えばコンビニに行ってコーヒー買いに行く時にちょっとこういうね承認ボタンを押すとか、今どんな感じで進んでるのかとかやっぱ知りたいじゃないですか。でこれもねちょっとクロードに聞きながらやってるやつなんですけど、このタイルスケールっていうツールを事前にねインストールしておくと、もう世界中どこにいてもこの MacBook 自体に電源が入っていてネットに接続されていればどっからでもねこの EvenG2 で、このクロードコードに連携ができるっていうツールがあるんですよね。これ初めて知った時にこれじゃんと思って、もう AI スマートグラスに求めてることこれじゃんと思ってね、ちょっとビビっちゃったんですけどそんな感じのツールです。タイムスケールっていうのは、簡単に言うと VPN サービスみたいな感じで MacBook と iPhone が同じ、このネットワークの環境内にいるっていう風なね仮想の、そういう空間みたいなのを作り出して、そこでこう通信していくっていうやつですね。本来であれば自宅内の環境でしかねこのターミナルモード使えなかったんですが、タイムスケールをねそれぞれに入れておくことで、外出先から
からでもアクセスができるっていう、そういう仕組みになっています。この辺結構海外で Netflix 見たいとか、VPN サービスをね使ったことがある人ならなんとなくわかると思うんですが、それがねすごく簡単になったものっていう感じかな。使い方はすごく簡単で、アプリストアからテイルスケールをねこうインストールすると、ログインするとこんな感じになるので、これでコネクトを押すとすでにね、インストールされているデバイスたちが、追加されていくっていう感じですね。それぞれ iPhone でもアプリがあったり、他のね MacBook とか、これ無料で最大100台まで同じネットワーク上で使ってるっていうね風にできるらしくて、もうこれ一般人的にはもう実質タダじゃんみたいな感じなんですけど、とりあえず2つのアカウントだけあれば今回の目的は達成する感じです。あとは iPhone を持って EvenGeats をつけていれば、どこからでもターミナルモードでそういえばあの件どうなったとか、今来ているメールちょっと見てって返信してとか、なんか自分がねこう普段クロードコードで使ってるようなツールとか、そういう感じで使うことができるって感じですね。一応注意点としては、この MacBook 自体、僕は MacBook Pro なんですけど、これが例えばこうなってもうスリープ状態になっていたら、この状態だとね外から接続することはできません。あくまでこの MacBook とかパソコンの中で動いているクロードにアクセスする機能なので、この辺はねスリープしないようにする、あとはネットワーク接続が途切れないようにするなどの工夫が必要となります。この辺もクロードコードに聞いたらいい感じにやってくれるはず。スリープしないようにとか。もう一つとして、例えばね、ツールを作るとか何か PC の中を動かすってなった時に、この EvenGeats 上で見えるのはこのテキストのこのターミナルで書かれている情報だけなんですよ。なので PC の画面の中で何が起きたかっていうのは実際にその場にいないとわからなかったりするので、その辺はね工夫が必要ですかね。例えば、スマートフォンだったらリモートデスクトップとかのアプリもあるので、逐一ねこっちで会話して指示しながら、その結果をリモートデスクトップアプリで見て、ちゃんと動いてるなとか、そういう風にね見ていくっていう、そういう拡張、自分でね拡張していくスタイルも割と大事なのかなと思っています。あとはEvenG2 のバッテリー持ちもそれなりに減っていくので、ずっとね外で使い続けるってなると、やっぱり別途ねこういうケースを持ち歩く必要があるのはちょっと難点かもしれないですね。そんな感じかな。とはいえ PC の前にいない状態、例えばジムでバイクを漕いでる時とか、ちょっと散歩する時、なんか子供と砂場に行く時とかでも、これがね常に接続されて、ちょっと離せばこの PC 自体が動いてくれるっていうのはすごいいいポイントかなと思います。これはね普段クロードコード使ってる人、コデックスでもいいんですけど、使ってる人はぜひね試してみてもらえるといいのかなと思います。概要欄の方にも EvenG2 のリンク貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。気に入っていただけた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとはトバログ、こんな感じでトバログペーパーって言って、いろんなね自分の持ち物についての愛情をこうエッセイでね語っている本を出しているので、ぜひそちらもチェックしてもらえると嬉しいです。はい、というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。